雑談です。お好みです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、お昼過ぎぐらいですか、打ち合わせに出かけておりまして、で打ち合わせをして夕方夜か7時からか水道橋博士のザ・テレテレビジョンの配信のお手伝いに行ったんですが、これはカメラが調子悪くてサイマル放送がうまくいかなくてね、別々であれ配信になっちゃったんですけども、あれちょっと悔しいですね。いや悔しかったな。なんかね GoPro をつなげてカメラをね GoPro にしてるんですけど、それがなかなかうまくつながらないの。あれ何が悪いんだろうな。ソフトが悪いのか線が悪いのかつながらなくてですね、ギリギリまでやってたんですが、俺は無理だってことで別々で配信したんですけども、配信自体はバラバラになってやってましたが、面白いんですよねこれ。いいおじさんがね、1週間こんなことがあった、やれあんなことがあったね、この前やった朝やんがどうだこうだって話してるのが、本当に博士さんと高須さんがね、本当に楽しそうに話しててね、それは本当に面白いんで、あれをどう伝えていくのかっていうのがその今後の作業というかね、それはいろいろ考えておりますがね。いやしかし面白いんでぜひ見ていただきたい。さテレビジョンね、そんなことやってて、その後一悶着というかね、いろいろあって楽しい時間を過ごしてで見ましたですわね。もう本当にいろいろドラマが最終回なんで、基本的にドラマの話ばっかりねしてるんですが、単純にそれは検索で引っかかってくるからだけなんですけどね、そう思ってやってたらあれですよ、本当にミイラ取りがミイラになるじゃないですけども、時間かけて作ってるのはもう分かりますしね。いやどのドラマも面白いんですが、家族募集しますね。もう8話、これ9話までなのかな。最終回が9話どうなの、よく知りませんが、9話ぐらいまでじゃないですか。来週最終回なのかな。でも最終回とは書いてないな。で、8話目これね、いよいよというかおじいちゃん銀次さんが倒れましてね、でたまたま出かけて旅行に行ってるグループと家にいたけど買い物にね出かけて行って、たまたま子供しかいなかった。そこでね事件ですわね。でおじいちゃんが倒れたからっつって方々電話してバタバタして一命を取り留めてになるんですが、おじいちゃんはその家族に、知らせたくないというか、連絡はしたくない、なんかの事情があるんだなって感じで言わなくてもいいって言ってるんですが、それはさすがにね忍びねえってんで、また SNS でハッシュタグつけて、家族をね探しますっつって、この昔撮った写真のこの方を知ってるご家族の方知りませんかって募集をしだすと。でその前にランチ営業でちょっとバズってたもんだから、すぐにというかね、連絡してくる方がいて、連絡してくる方というか、お店にやってきて、おじいちゃんの息子さんと結婚したって方がやってくる、ヒコロヒーがねやってきて、実は6年前から絶縁状態であると。でその時に主人とお店を継いでやりたいっ
大阪でお店を出そうよと言ったのが、感動されちゃって、いや俺はここでやっていくんだ、俺別に継いでもらう意思もないっつって、感動されちゃって、それ以来だったということでやってきて、ででも大阪でのお店もうまくいかず、去年店を畳んで普通に暮らしてるっていう状態でやってきて、で去り際に今この2階は誰が住んでるんですかって中野大河さんに聞くと、いや僕が家族と住んでますと、そこでね詳しくは言わないんです。こうシェアハウスをしてるっていうことをね。でこれがトリガーとなってというかね、中野大河さん自身のですかね、トリガーと家族といった手前こうおじいちゃんを探してるとは言ったけれどもね、その娘さん義理の娘さんですよねにこう家族と住んでると言ってしまった手前、これはね戻ってこられたらこう出ていかなくちゃいけない。しかし出ていくのは本当の家族じゃなくてね、こう寄せ集めと言ったらあれですけどもね、バラバラの家族でシェアハウスしてるみんなにねとバラバラにならなくちゃいけないっていうんで、こう葛藤が始まるといった回でしたけども、ここでね来週最終回に向けてこの家族がどうなっていくのか、そしてヒコロヒーのね家族が戻ってくるのかで、あとねギリギリになってこわもてのなんとかさん誰でしたっけ、あの人の奥さんが子供にねやっぱり予定変えて戻るからっつってで帰ってくるみたいな、こうねいよいよアベンジャーズですよ。こう集合してどうなるかっていうところが8話で9話以降ね、これどうなっていく、その家族がどうなっていくのか、バラバラになるのか、全員で住むのはさすがにないんでね、どうなっていくんだろうという楽しみな回でありましたが、おじいちゃんの病室が相部屋でね、奥に別の患者さんがいてて、そこに担当してるとか、やってきてた看護師がね、ボブで後ろ姿しか映ってなかったんですけど、看護師はもう絶対可愛いぞと思ってそこしか見ておりませんでしたが、いや非常に気になる展開になってきましたが、最終回に向けてね、このね疑似家族というかね、あれはどうなっていくか。そしてまた歌ね、なんか予告ではレコーディング風景みたいなのが映ってたんで、これもしかしたらまた虹屋は元の家族というか銀次さんの息子さん夫婦に明け渡してみんながバラバラになるんですが、それぞれがね何年後こんな活躍をしてましたとかね、例えば木村文乃さんと重岡くんが結婚しましたみたいな、何年後みたいな風に話すっ飛ばしてやんのかなとか思ったら、それはそれでちょっとねこうなんていうんですか、できすぎてるでしょ。だからやっぱりここは一つゾンビ化ですよ。誰か一人がねこう狂って殺戮をしだしてね、それでゾンビになっちゃって虹屋がゾンビハウスになるみたいな、本当にフロムダスクティルドーンみたいな展開を俺は期待している。俺だったらそう撮るね最終回だからもう何やってもいいだろうっつって、最終回は必ずこうゾンビ化して地味猛量なね、もうむちゃくちゃな展開を僕は期待したいんですが、そうはなりませんよね。だからタランティーノだったらそうするんでしょうけど、いかんせんタランティーノがやってないんでね、だからどうなるんだろうな。こうヒコロヒー一家さえ納得できる形であればね、だから1階に住むとかっていうのはありえるかもしれないね。家広いでしょ、虹屋だから。1階はおじいちゃんと仲直りしたヒコロヒー一家が住んで、2階に今まで通りみんなが住んで、でこわ表の人は奥さんと仲直りして、そこは一件落着してみたいな、全てがこう虹屋でね収まるみたいな
展開になるの、それが一番スムーズというかね、なんでしょうけど、どうなるのかな。なんかバラバラになるか、それか本当にゾンビハウスになるかの2択ですわ。3択かねっていうのを見ておりましたが、これも非常にハートフルで楽しいドラマであります。最終回がね、楽しみで、本当にこの家族はどうなっていくんだろう。そしてカメラマンの夢ね、実はカメラマンを希望してたっていうね、中野大河さんがどうなっていくのかというところも、これは見どころであるなと思いながら見ておりましたね。ぜひTVer パラビだったこれフールだった見逃し配信ありますからね。パラビかぜひご覧になってください。コント虹やちょうど時間となりましたね。ちょっとダメだこれが、はいね、指で触っちゃって入っちゃった。家族募集しますね。本当に今を映すというかね、ハッシュタグでこういろいろ見てきたみたいなのは、本当にお店探しとかスポット探す、例えば仲間を探すみたいなのは本当にインスタのハッシュタグとかね活用されているっていうのが僕はあんまり使ったことがなかったんで、これは例えばね、中野でうまい店はないのかなと言った時に中野ね、ハッシュタグ中野うまい店とかでやると意外にねそういうのが上がってるんですね。そうやってGoogle の検索とか使わずに、そうやってハッシュタグで何か調べ物をするみたいなのはこれ意外にね、僕がやってないだけで皆さんやってるそうなんで、そういうのもね活用していこうかなと思って見ておりました。本当に楽しいというかね、いいドラマですね。だからとにかく中野大河さんがいい感じ、味を出しているっていうのがありますけど、そんな感じで見ておりました。あとこれね、昨日休んでおりましたが別の動画を上げてますんで、それを見ていただければなと思っております。あとね、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。